みんな、済んだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界のニュースをお届けするのだ。今回は、情熱の国ブラジルにズームアップするのだ。実はみんな、知ってたのだ。ブラジルでは、刑務所の囚人さんが本を一冊読んでレポートを提出すると、なんと、刑期が4日も短くなる制度があるのだよ。すごいのだ。今日は、そんなブラジルから注目ニュースを3つご紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。ブラジル最高裁長官、攻撃に反論。法廷は白日の下に裁く、独裁の影の世界ではない、という記事なのだ。最高裁のバロッソ長官が、裁判所への批判にズバッと反論したのだ。一体どんな攻防があったのか、気になるのだ。この動画がいいなって思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあ、みんなで一緒にブラジルの今を見ていくのだ。南米大陸最大の国、ブラジルについて紹介するのだ。この国は南アメリカの中央から東側に広がり、内陸に位置する未来都市、首都ブラジリアを持つなのだ。人口はおよそ2億人。かつてポルトガルの植民地だった歴史を経て独立し、現在は連邦共和制を採用しているのだ。ブラジルといえば、情熱的なサッカー、リズム感あふれるサンバ、そして世界的に有名なカーニバルが代名詞。ヨーロッパ、アフリカ、先住民など多様なルーツを持つ人々が織りなす豊かな多文化社会を形成しているのだ。主要な産業はコーヒーや大豆などの大規模農業、鉄鉱石などの豊富な鉱物資源、さらに自動車などの製造業が経済を支えているのだ。近年では広大なアマゾン熱帯雨林の環境保全や持続可能な開発が世界的に大きな注目を集めているほか、経済の動向と社会的な課題も大きなテーマなのだ。広大な自然と文化の多様性が共存する魅力あふれる国、それがブラジルなのだ。一つ目のニュースなのだ。ブラジル最高裁、ボルソナロ前大統領にクーデター計画で懲役27年、4対1で有罪評決、という記事なのだ。ブラジルの最高裁がボルソナロ元大統領に、クーデター未遂の罪で懲役27年3ヶ月の有罪判決を下したのだ。権力維持のために陰謀を指導したとされたのだ。国の歴史上、元大統領がこの罪で罰せられるのは初めてなのだ。ボルソナロ氏は、武装した犯罪組織を結成したり、民主的な法治を廃止したり、公共の財産を傷つけたりした罪でも有罪になったのだ。実際の刑期は懲役24年9ヶ月と拘禁で、厳しい閉鎖型の刑務所に入るのだ。事件に関わった元高官7人も、同様の罪で2年から26年の刑になり、全員が8年間公職に就けなくなるのだ。ボルソナロ氏は70歳だから、弁護団は健康上の理由で自宅軟禁を求めるみたいだね。なのだ。二つ目のニュースなのだ。ブラジル最高裁長官、攻撃に反論。法廷は白日の下に裁く、独裁の影の世界ではない、という記事なのだ。ブラジル最高裁のバロッソ長官が、裁判所への批判に反論したのだ。ジャイール・ボルソナーロ元大統領の裁判が独裁的だと攻撃され、アレシャンドレ、モラエス判事が独裁者呼ばわりされたのだ。特にサンパウロ州知事のタフシ氏を、フレイタスさんが強い批判をしたのだ。バロッソ長官は、昔の独裁時代は、公開されて透明な法的手続きなんてなかったし、闇の世界だったのだ。でも今は全てが明るみに出ているのだ。裁判は現実を映しているのだから、現実が気に入らないからって鏡を壊そうとしても意味がないのだ、と反論したのだ。過去の軍事独裁政権は、最高裁判事を罷免したり、令状なしの逮捕をしたり、政治犯を拷問したり殺害したりしていたのだ。だから、今の裁判は昔の独裁政治とは全く違うのだ。最高裁はこれからも公正かつ透明に判断していくのだ。3つ目のニュースなのだ。ブラジル連邦最高裁、ボルソナーロのクーデターと他4つの罪での有罪判決に過半数、
という記事なのだ。ブラジルの連邦最高裁でボルソナロ前大統領がクーデター未遂など5つの罪で有罪となる過半数が形成されたのだ。これはブラジル史上初めての前大統領がこんな重大な罪で罰せられるケースになるのだ。2025年9月11日、最高裁の裁判官が3対1で賛成多数となったのだ。カルメン・ルシア判事が3人目の有罪票を投じ、ボルソナロ氏が権力にとどまろうとした陰謀の首謀者だと認定されたのだ。罪状はクーデター、民主主義のルール破壊、武装犯罪組織など全部で5つもあるのだ。カルメン・ルシア判事はボルソナロ氏が率いるグループが2022年の選挙での正当な権力移行を妨害するため、民主的機関を攻撃する体系的な計画を実行したと断定しているのだ。モラエス判事もボルソナロ氏が選挙結果を受け入れないと公言していたことを指摘したのだ。でもルイス・フックス判事だけは無罪票だったのだ。この罪でボルソナロ氏には最大で懲役43年の可能性もあるのだ。具体的な刑はこれから決まるけど、収監は最終的な控訴手続きが終わってからになる見込みなのだ。多様な文化と広大な自然の魅力のブラジルなのだ。でも今回、ボルソナロ前大統領がクーデター計画で有罪となったのだ。最高裁は、法廷は白日の下に裁く、と、民主主義と法の支配を守る強い姿勢を示したのだ。これはブラジルの民主主義にとって大きな一歩なのだ。今後の動向も注目するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。